皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？元気に過ごしてらっしゃいますかね？今日はね、5月31日で、今日でもう5月も終わってしまうんですけど、最近暑くなったり寒くなったり、とても風邪をひきやすい時期です。そして私もすごく喉が痛くて、今日ね、こうやってポッドキャストを撮るのも、ちょっとガラガラしてしまうかもしれないんですけど、ごめんなさい。できるだけ頑張ってお話ししていくので、よかったら最後まで聞いていってくれると嬉しいです。そして今日のポッドキャストでお話ししていくことは、きっと日本語を勉強している皆さんにとってとても大切なことだと思います。なので今、勉強を頑張っている人、ぜひぜひ最後まで聞いていってもらえたら嬉しいです。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、まず今日は何のトピックについてお話ししていくかというと、皆さん日本語を勉強していたり、もちろん日本語だけじゃなくて、例えば英語とかスペイン語を勉強しているとき、他にも物理とか数学とか、いろんな勉強がありますよね。そしてその勉強をしているときに間違えてしまうことありますよね。間違えてしまう、ミスをしてしまう、わからない問題がある。そういったことはきっと皆さんが経験したことがあると思います。学生の時にテストで間違えてしまったり、宿題をしていてわからないとこがあったり、そういったふうにわからないもの、間違えるもの、たくさんあったと思うんですけど、今日はそういった間違えることに対しての私の考え、そういったことをお話ししていきます。私の考えでは、間違えること、ミスをすること、わからないものがたくさんあるということは、全く悪いことじゃないと思うんですね。全く悩まなくていいと思います。例えば、私も英語を勉強していて、わからないものがたくさん出てくるんですね。実は来月に私は英語のテストがあるんですけど、今はそのために頑張って勉強しています。でも勉強していたらわからないものがたくさん出てくるんですね。なんだこの単語、見たことがないって思うこともあるし、何回も見たことがある単語なのに、なんていう意味だったっけ、全く覚えてない。そういったこともあるんですね。でも私はそういった時に、なんで私はダメなんだろう。何回も勉強しても全く覚えれない。そういうふうに思うのではなくて、間違えたもの、わからないものが出てきたときは、やった、また新しい単語を覚えることができた。そういうふうにプラスに考えるようにしています。で、なんでこういうふうにプラスに考えるようにしているかというと、わからないことがあるのって当たり前のことだと思うんですね。まず、わからないもの。たくさん出てくるけど、それは全く悪いことじゃない。新しいものを勉強しようとしてるから、わからないものが出てくるんですね。だから、そういった難しい問題とか、わからないものが出てきたときは、私たちが新しいことを勉強するチャンスなんですね。例えば私はさっきも言ったように TOEIC というテストに向けて勉強しているんですけど、 TOEIC の勉強をしていてわからないものがたくさん出てきます。
そして TOEIC の他にも、私は洋書、海外の本を読むのが好きなので、たくさん読むんですけど、正直1ページめくるごとに全く知らない単語とか、知ってるけどわからない、そういったものがたくさんたくさん出てくるんですね。でも私は諦めずに読みます。もうわからないからやめよう、そう思うんじゃなくて、でもわからないものが出てきたっていうことは、今新しい単語が私の頭の中に入ってきた。そういうふうに思うようにしているんですね。そしてそういうふうに思うようにしているだけではなくて、実際にそうなんです。実際に皆さんが日本語を勉強していて、わからない単語が出てきたり、読めない漢字が出てきたりしたときは、本当にその度に皆さんの頭の中に入ってきてるんですね。でも、そういうふうにしっかりと皆さんの頭の中に入ってくるためには、もちろんわからないものが出てきたら放っておくんじゃなくて、ちゃんとわかるように努力することは大切です。他にも読めない漢字が出てきたら、これは何て読むんだろう。そうやって調べます。調べて、あ、なるほど、これはこうやって読むんだ。そうやって気づくと、皆さんの頭の中に新しいものが入ってくるんですね。そうすることによって皆さんの日本語力がどん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 上がってきます。それがコツです。で、他にもわからない単語、わからないフレーズを自分のものにする。完全に自分がわかっているもの、理解できるものにするためには、何か違う文を作ってみる。これが私的に大切なことだと思うんですね。どういうことかというと、皆さんが勉強していたり、誰か友達と日本語で話していたりするときに、知らない単語が出てきたとします。その時に私が皆さんにしてほしいことは、皆さんで新しい文を作ってほしいんですね。例えば、皆さんが散歩するという言葉を知らなかったとします。散歩するという動詞、フレーズですかね。それがわからなくて、でも新しく勉強した。そういう時に、例えば、私は毎日犬の散歩に行きます。犬と一緒に散歩に行きます。そういった風に皆さんの日常に合わせて文を作ってほしいんですね。例えば、勉強しますっていう言葉がわからなかった人は、私は毎日5時間勉強しますとか、そういった風に皆さんの答え、皆さんの文章、皆さんの日常の文章を作ってほしいんですね。例えば他にも、食器を洗う、食器を洗う。ご飯を食べ終わったらお皿を洗いますよね。そういったものを食器を洗うって言うんですけど、これを知らなかった人は、例えば私はご飯を食べた後にいつも食器をすぐに洗います。そういうふうに新しい文章を作ってみる。そうすると間違った単語とか知らなかった文法、わからなかったこと、そういったものを皆さんのものにすることができます。で、何が言いたいかというと、間違えないと、わからないものがないと、そういうふうに自分は何を知っていて何を知らないのか、何をわかっていて何がわからないのか、何を話すことができて何を話すことができないのか、そういうことに気づくことができないんですね。なので、間違えた時、わからなかった時、そういった時は皆さんが自分のできないこと、自分のわからないことに気づくチャンスなんですね。なので、とてもとてもラッキーなことなんですね。
わからないものに出会うっていうこと、間違えるっていうことは、とてもとてもラッキーなことです。私は本当にそう思っています。もちろん勉強していてわからないものがないとか、すべて理解できる。そういったことは本当に素晴らしいことなんですけど、でも間違えることがないっていうことは、その分新しいものが入ることもないですよね。なので私は、もし皆さんが何か教科書とか問題集とかを使っていて、わからないものが全くないなら、その教科書は皆さんにとって少し簡単なんですね。簡単なもの。なので、私がおすすめするのは、少し難しい教科書を見つけて、少しね、わからないものを増やす。変な言い方だけど、自分がわからないものを見つける。そういったこともとても大切なことだと思います。これは実際に効果的な勉強方法、皆さんの日本語力をどんどん上げていくために必要なことだと言われているんですけど、I プラス1の法則って言うんですね。I プラス1の法則。これは自分がすでにできることよりもほんの少し難しいものを勉強する。そうすることによって皆さんはどんどん新しいことを覚えて効率よく勉強できる。そういうふうに言われているんですね。ちょっと説明するのが下手なので伝わっているかわからないんですけど、特に勉強することで大切なのは自分ができるもの、自分ができるラインがここだとしたら少しだけ上、プラス1の勉強をするっていうのがとても大切なんですね。そうすると皆さんはきっと知らないもの、わからないものに出会うと思うんですけど、そうやってわからないもの、知らないものに出会ったら、また新しいものが頭の中に入ってくるんですね。そしたら皆さんの日本語力はどんどん上がります。これが今日私が伝えたかったことです。なので、間違えるっていうことは悪いことではない。全く悪いことではないんですね。誰かと話していて、間違えるのが怖くてなかなか話せない、挑戦できない、チャレンジできない、そういうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけど、でもね、私はそんな心配はせずに、皆さんが勉強していて、わからないものに出会うっていうのは、本当に素晴らしいこと。皆さんにとってとても大切なことだっていうことを知ってほしいんですね。私ももちろん間違えてショックを受けることとか、間違えることが怖くて何かにチャレンジできないことがあるんですけど、でもやっぱりチャレンジしてみる。そしてチャレンジしてわからないものに出会うかもしれないけど、それは大切なことだ。そういうふうに思いながら毎日勉強しています。なので皆さんもぜひ間違えることを怖がらずに、それは全く悪いことじゃない、大切なことだ。そう思っていろんなことにチャレンジしてみてくださいね。では今日はこんな感じで間違えることについての私の考え方、そういったことについてお話ししてみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？今日の動画で皆さんの日本語の勉強がもっと楽しいことになることを本当に願ってます。もしね、わからないことがあったら何でもコメントで聞いてくださいね。では皆さん今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。
か最近気づいたんですけど、私、メイクを濃くすれば濃くするほど、すごくなんかギャルみたいな、めっちゃ派手になっちゃうんですね。なので今日はすごくナチュラルにしてみたんですけど、どうですかね。ごめんなさい。ちょっとマイク通してないから聞こえづらいかもしれないんだけど、なんかメイク薄い方がいい気もしますよね。どうだろう、わからないんだけど。まあ、でも皆さん今日も本当にありがとうございました。また次回お会いしましょうね。いい一日をお過ごしください。じゃあね。